際法に違反しました。さらに2月24日、ロシアがウクライナ領に侵攻を始めた。ニュースでよく言う国際法違反とは何なのか説明するね。まずは国際法っていう法律があるわけではなくて、世界中にたくさんある条約とか慣習を国際法と呼んでいる。違反した国は経済制裁とか国際裁判にかけられることがある。国際法の中で一番重要なのが国連憲章で、その2条4項、全ての加盟国が武力の行使を慎まなければならない。それなのにロシアはウクライナに対して武力の行使をしているから、国連憲章違反の国際法違反が成立する。プーチンはウクライナ東側のドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国を国として承認する。それらの国はウクライナから大量虐殺の武力攻撃を受けている。だからドネツク国とルガンスク国を守るため、集団的自衛権としてロシアがウクライナに反撃してるだけだ。国連憲章51条も集団的自衛権を認めていると主張。国際法ではロシアがドネツクやルガンスクを国だと承認しても、それだけで国と認められるわけではない。だから国を守るという意味の自衛権は使えない。そもそも大量虐殺の証拠すらないから嘘だ。言いがかりをつけてウクライナに攻め込むロシアプーチンは、武力行使をしてるから国連憲章2条4項に違反する国際法違反であると判断されることになると思います。